今日は神奈川県横浜市旭区の鶴ヶ峰駅にやってきたのだ。相鉄本線が通っていて、横浜駅からは電車でおよそ15分。運転免許センターでおなじみの二俣川駅のお隣にある駅なのだ。鶴ヶ峰は区役所がある旭区の中心地なんです。でも駅前には昔ながらの商店街が残っていて、歩いてみるとちょっと意外な顔も見せてくれる街なんですよ。今日はそんな鶴ヶ峰をのんびり散策してみるのだ。それでは北口の商店街から散策スタートです。駅を出ると早速鶴ヶ峰商店街のアーチがお出迎えなのだ。道の両側にお店がぎゅっと並んでいます。チェーン店もあるけど、それより個人のお店が元気な昔ながらの商店街っていう雰囲気なのだ。完全にここで暮らす人のための通りって感じですね。揚げ物屋さんを発見なのだ。とっても気になるのだ。こういうお店って珍しくなったよね。地元にあればついつい寄っちゃうタイプのお店です。観光地のキラキラした商店街とは違う、こういう生活感のある通り、結構好きなのだ。そんな商店街をのんびり歩いていくと、最初の目的地が見えてきました。たどり着いたのは鎧の渡し緑道なのだ。緑あふれる遊歩道のイメージで来たけど、半分以上は駐輪場になってるんですね。これ実は今進んでいる相鉄線の工事で、近くの駐輪場がここに引っ越してきたみたいなんです。通りで歩くスペースが狭いはずなのだ。本来であれば駐輪場の広いスペースがいい感じの遊歩道になってるはずだったのだ。もう少し進むと駐輪場も終わって広々とした遊歩道になります。それにここ、もともとは川が流れていた場所なんです。言われてみれば道が緩くカーブしてて川みたいな形なのだ。片平川という川を埋め立てて緑道に生まれ変わったそうです。それでどうして鎧の渡しなんて強そうな名前なのだ。昔この川を渡るとき、鎌倉時代の武士たちが鎧を頭の上に掲げて渡ったと伝わっているんです。それが名前の由来になってるんです。鎧を頭に乗せて川をジャブジャブ、のどかな遊歩道だと思ってたのに、面白いエピソードを持ってるのだ。緑道から歩いて4分ほど、小さなお地蔵さんを発見なのだ。こちらは畠山重忠公首塚。首塚ってなかなかインパクトのある場所なのだ。祀られているのは畠山重忠という鎌倉時代の武将です。源頼朝に仕えた名将だったんですけど、幕府の権力争いに巻き込まれて、この鶴ヶ峰の辺りで撃たれてしまった人なんです。最近の作品だと2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」って中川大志さんが演じてたのだ。800年以上前の武将なのに真新しいお花がある。地元の人にずっと大事にされてきた場所なんですね。そして首塚のすぐ近くにはもう一つ首洗井戸があります。こっちもなかなか強烈な名前なのだ。撃たれた重忠の首を洗い清めたと伝わる井戸があった場所です。今は井戸そのものは残っていないんですけどね。標柱と案内板があるだけなのだ。この駐車場なんだろうって思ったら、旭区役所の駐車場なんですね。区役所の駐車場の端っこになんか微妙な扱いなのだ。でも区役所の敷地だからこそ、こうして標柱だけでも残せてるとも言えるんじゃないかな。区役所の中を通って大通り側に出てきました。そこからまっすぐ歩いて2分ほど、交差点の一角に緑でぽっかりと空いたような場所があるのだ。こちらが畠山重忠公碑です。重忠が撃たれてから750年の節目に、地元の鶴ヶ峰と重忠の出身地である埼玉の有志が建てたものなんですよ。こうして来てみると、旭区役所を中心にお地蔵さん、井戸、この石碑と畠山重忠のスポットがぐるっと囲ってるのに気づいたのだ。そして石碑の隣にはこちらもあります。逆さ矢岳って言うんです。言い伝えだと、撃たれる直前の重忠が自分の矢を2本地面に逆さに突き立ててこう言ったそうなんです。我が心正しければこの矢に枝葉を生じ繁もせよって。矢から枝葉を。その矢が根付いて竹になって毎年2本ずつ増えながら茂っていった。だから逆さ矢岳と呼ばれるようになったと伝わっています。
撃たれる間際に自分の無実を竹に託すなんて、なんともドラマチックな人なのだ。ちなみに今の竹は2代目なんです。最初の竹は昭和40年代に一度全部枯れてしまって、重忠の没後800年にあたる年に地元の人たちが植え直したそうです。伝説の竹は途絶えても800年経ってまた植えてもらえる。畠山重忠は愛された武将だったのだ。次にやってきたのは鶴ヶ峰公園なのだ。入り口にうねうねっと波打った金属のモニュメントが立ってるのだ。鎧橋と書かれた案内板があります。ここには昔鎧橋っていう橋がかかっていたんですけど、道路の改修で撤去されてしまって、今はこうして名前と解説だけが残っているんです。ここにも鎧なのだ。さっきの鎧の渡し緑道とつながってる感じなのだ。その鎧橋の名前も上流にあった鎧の渡しにちなんでいると言われているそうですよ。ここも緑に囲まれた遊歩道になってるのだ。緑が多くて気持ちのいい道なのだ。少し歩くと川に橋がかかってるのが見えてきました。こっちは現役の橋、鶴峰橋なのだ。橋の上から下を覗くと川に小さな段差があって、水が白く流れ落ちてます。公園とマンションに挟まれてるのに、ここだけ深い谷みたいですね。橋を渡った先には赤いのりがずらっと並んだお社があるのだ。こじんまりしてるけど、のりのおかげでなんだか華やかなのだ。鶴ヶ峰稲荷神社です。公園の中にお社があるんですね。この神社、知る人ぞ知る有名スポットなのだ。大谷翔平選手が小さい頃にお母さんと参拝していたと伝わる神社なんです。お母さんが鶴ヶ峰の出身という縁で、テレビで紹介されてからは参拝に来る人がぐっと増えたそうです。大谷選手の活躍を考えると、めちゃくちゃご利益がありそうに感じてくるのだ。私もしっかりお参りしておきました。ここからは坂なのだ。住宅街の中をひたすら登っていくのだ。鶴ヶ峰は坂の多い町ですけど、この辺りは特に登りますね。10分ほど歩いてようやく到着なのだ。薬王寺というお寺なのだ。六塚と書かれた案内板があります。ここには重忠と共に戦った一族や家来134機が葬られているんです。6つの塚に分けて供養されたと伝わっています。さっきの首塚は重忠一人だったけど、ここはそれだけの人が眠ってるのだ。塚には小石を貼り付けた盛り土と、畠山重忠公供養塔と刻まれた石塔。ちょうど紫陽花の時期で綺麗に咲いていましたね。坂を登ってきた身としては紫陽花にちょっと癒されるのだ。お寺を離れて住宅地をまたまた登っていきましょう。正直登るのにうんざりしてるんだけど、近くにあるみたいだし。そして登っていった先に見えてきたのが鶴ヶ峰神社です。鳥居が2つ、手前が朱色で奥がコンクリート。なんだか珍しい組み合わせなのだ。高台の上にある小さな神社ですね。この辺り一帯は畠山重忠の古戦場跡なんだそうです。お参りも済ませたし、次に向かいましょう。次の場所は神社を出てすぐ徒歩1分ぐらいの場所にあるのだ。見えてきましたね。籠塚です。ただ入り口がすごく分かりにくくて、知らなかったら通り過ぎてしまうような細い脇道の奥にあるんです。標柱がなかったら絶対気づかないのだ。ここに眠っているのは畠山重忠の奥さん、菊の前という女性です。重忠が撃たれたという知らせを聞いて、後を追うようにこの地で亡くなったと伝わっています。乗ってきた籠ごと葬られたことから籠塚と呼ばれているんです。重忠だけじゃなくて奥さんの物語まで残ってるのだ。塚にはお花とお水が備えられていて、ここもちゃんとお世話されている様子でした。それにしても鶴ヶ峰は畠山重忠にちなんだスポットがいっぱいあるのだ。畠山重忠がどれだけ愛された武将なのかが伝わってきますね。鎌倉殿の13人は見てなかったけど興味が湧いたかな。全然関係ないけど、この後カメラを止めた直後にカラスに空中からダイレクトアタックされたのだ。ほんと関係ない。多分近くで子育て中だったんだと思います。許せないのだ。カラスを生涯の敵に認定しそうなのだ。畠山重忠に比べてなんとスケールの小さい。散々登ってきたけど、ここからはようやく下りなのだ。
坂を下ってやってきたのは横浜市朝日図書館です。かまぼこみたいな丸い屋根が特徴なのだ。2階建ての程よい大きさの図書館でしたね。史跡を歩き詰めだったので、こういう静かな空気にホッとします。図書館を出たところから道路の向かい側へと伸びる歩道橋があるのだ。この先にあるのは鶴ヶ峰に来たなら外せないスポットです。歩道橋を渡るとそこはもう白根公園。緑が広がっている大きな公園ですね。子供たちが遊びやすそうな芝生が広がっています。公園の奥に進むと石の鳥居があるのだ。こちらは白根不動尊。もともとはお寺だったんです。明治の神仏分離で白根神社になったんですけど、今もお不動産として親しまれていて、鳥居とお堂が同居しているちょっと珍しい場所なんです。言い伝えだと平安時代の武将源義家がお不動産の小さな像を兜に収めて戦に出て勝ったお礼にこのお堂を建てたのが始まりってことらしいのだ。畠山重忠の鎌倉時代よりさらに昔ですね。ここまで歩いてきた時代よりもう一段古い時間が積もっている場所です。お堂のすぐ横にある階段を降りていくのだ。まるで深い谷に降りてきたような景色。住宅街の中にある公園とは思えない場所ですね。流れている川が澄んでいるのがかなり雰囲気を高めてくれてるのだ。東屋がありますね。この谷のような場所で川のせせらぎを聞きながらお弁当をなんてのも良さそうです。こっちに小さな洞窟を発見なのだ。中を覗くとぼんやり提灯が灯っていて竜の像が祀られてるのだ。ちょっとひんやりする場所なのだ。白滝龍神ですね。岩をくり抜いた中にお祭りされていて、近づくと水の滴る音が静かに響きます。そして川をさらに進んでいったところにあるのが白糸の滝です。名前の通り白い筋がいくつも伝って落ちていく様子が白糸そのものなのだ。とっても綺麗なのだ。こちら実は横浜市で一番大きいと言われる滝なんです。一番大きい滝。もっとこうドドーンとした滝を想像しちゃうのだ。思ったより可愛いサイズなのだ。水の音と周りの緑とひんやりした空気。ここまでずっと坂と史跡で疲れてたのがいっぺんに流れていくのを感じます。水も澄んでるのだ。やっぱ綺麗な川ってそれだけで癒し効果にブーストかかってるのだ。滝のそばには万葉集の歌を刻んだ古い石碑も立っています。昔の人もこの水のほとりでいろんな思いを抱いたのかもしれませんね。鶴ヶ峰散歩いろいろ回ったけどここが一番気に入った場所なのだ。白糸の滝を満喫したしそろそろ駅の方へ戻るのだ。その途中にもう一つ片平川親水緑道という緑道があります。池があって東屋があって奥には吊り橋まであるのだ。ここもなかなかいい雰囲気なのだ。鯉や亀もいてのんびり過ごせる場所だよね。ただ正直に言うとさっきの白糸の滝が良すぎてちょっと感動が薄まっちゃったのだ。順番が逆だったらもっと素直に楽しめたのかもね。贅沢な悩みなのだ。それにしても鶴ヶ峰、歴史と自然がこんなにギュッと詰まっている街だとは思いませんでした。一つだけ心残りがあるとすれば今日は食べ物に全然ありつけなかったのだ。楽しみにしていたカフェは満席で入れず、お昼を食べようと思ったらお店がことごとく閉まっていてタイミングがことごとく悪かったのだ。ということで動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。